こんにちは。静かな午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日のこの時間は、日本の音楽史の中で、ひときわユニークな輝きを放つあるアーティストの物語を皆さんと一緒にたどってみたいと思います。その名はザード。ミリオンセラーを次々と生み出しながら、その姿は厚いベールに包まれていましたよね。どうして彼女はほとんど姿を見せることなく、あれほどまでに私たちの心をつかむことができたんでしょうか。その光と影の秘密にこれからゆっくりと迫っていきましょう。まず、この数字を少しだけ眺めてみてください。3770万3000枚。これはザードがその活動期間中にリリースした CD の総売上枚数です。すごい数ですよね。でも、これはただの記録上の数字というだけではないんです。CD が一番輝いていた時代に CD ショップに足を運んでプラスチックのケースを開ける瞬間のときめきを体験した何千万人の人々の大切な記憶そのものなんですね。皆さんの人生のどこかの場面で彼女の歌が流れていた。この数字は静かにそう語りかけてくるようです。そしてもう一つ、静かですけどとてつもない記録があります。この9という数字です。これはザードが達成したアルバムの連続ミリオンセラー記録なんですね。今でこそ音楽はデータで手軽に聴けるようになりましたけど、当時はアルバムを1枚買うっていうのはちょっとしたイベントでした。その世界観を7年という長い間に9作品続けて、100万人以上の人たちが欲しいと思い続けた。これは彼女の音楽がリスナーからいかに深く信頼されていたかということの何よりの証拠と言えるんじゃないでしょうか。でもそう考えると、やっぱり不思議ですよね。これだけの大きな存在だったのに、どうして私たちは彼女の姿をほとんど見ることがなかったんでしょうか。SNS ももちろんない時代に、テレビにも出ないアーティストが、どうやってこれほど多くの人たちの共感を集めることができたのか。そのミステリアスなあり方の裏側を、これから一緒に覗いてみることにしましょうか。この謎こそがザードという一つの現象を解き明かすとても大切な鍵になるはずです。さて、ザードという大きなプロジェクトを理解するためには、まずそのマイクの前に立っていた一人の女性について知る必要があります。彼女の本名は蒲地幸子さん。どこか親しみやすさを感じるお名前ですよね。その彼女がやがて坂井泉という少し儚げで泉のように澄んだイメージの名前を持つアーティストになる。その静かな変身の物語からたどっていきましょう。こちらがザードのボーカリスト坂井泉が誕生するまでの少し意外な経歴です。最初は不動産会社の OL さんだったんですね。その後カラオケクイーンとしてお店を回ったり、さらにはレースクイーンとして活動したり、後のザードのクールで知的なイメージからは少し想像がつかない人々の視線を一身に集めるような活動をしていた時期があったんです。そして物語が大きく動いたのが1990年の8月、BB クイーンズのオーディションに彼女は落選してしまうんです。でも人生というのは本当に不思議なもので、一つの扉が閉じたまさにその瞬間に、すぐ隣にいたプロデューサーの長戸大之さんが彼女の声に全く別の可能性を見出した。この落選があったからこそ、ザードという伝説が始まったわけです。ザードの歌ってどうしてあんなに私たちの日常にスッと寄り添ってくれるんでしょうか。その秘密の一つがこのデビュー前のおよそ2年間の OL 時代にあると言われています。朝の満員電車に揺られる憂鬱さとか、オフィスのデスクで感じるちょっとした孤独、そして週末を心待ちにする金曜の夜の開放感。多くの人が肌感覚で知っているそういった日常の風景。彼女の言葉が持つ特別なリアリティはこういう実体験に裏打ちされていたんですね。この普通を知っていることこそが何百万人もの普通を生きる人たちの心とつながるためのかけがえのない才能だったのかもしれません。さて、先ほどの BB クイーンズのオーディションの話に戻りましょう。どうして彼女は落選してしまったんでしょうか。当時の BB クイーンズといえば、とにかく底抜けに明るいキャラクターが魅力でしたよね。審査員は彼女のどこか物憂げな声質にグリープのカラーには合わない影のようなものを感じ取ったのかもしれません。でもプロデューサーの長戸さんは全く逆でした。その他大勢の明るい声とは違う、その影にこそ他の誰にもない唯一無二の輝きを見出したんです。彼が頭の中に描いていた少し哀愁を帯びた美しいメロディーにはこの声しかないと。
一つの不合格という評価が結果的に歴史に残る数々の名曲を生む扉を開いた、まさに運命の瞬間だったんですね。さて、ここまでは坂井泉さんという一人の女性の物語でした。でも、ザードという社会現象は彼女一人の力だけで生まれたわけではないんです。ここからは少し視点を変えて、彼女を時代のアイコンへと押し上げた大きなシステムの裏側、つまり彼女が所属した音楽制作会社ビーイングが、いかにして見えないスターという神秘を作り上げたのか、その緻密に計算された設計図を見ていきたいと思います。これがビーイングが編み出した当時としては非常に大胆な戦略の骨子です。まず、徹底的にアーティストをメディアから守る。テレビには出さない。そうすることで、リスナーは一体どんな人なんだろうと想像を膨らませますよね。神秘的なオーラが生まれるわけです。そして、メディア対応に終わる時間をなくして、その全てをアーティスト本来の仕事である楽曲制作に集中させる。でも、姿が見えなくても、その歌声だけは CM やドラマ、アニメとのタイアップという形で、毎日日本中のお茶の間に届けられるようにする。これは、タレント性やキャラクターではなく、純粋に音楽そのものの力だけで勝負するというものすごい自信と強い意志の表れだったんですね。このタイアップ戦略がどれほど巧みだったか、具体的な例を見ると本当によくわかりますよね。例えば、揺れる想い。この曲を聴くと、今でもポカリスエットの CM の青い空と海が目に浮かびという方も多いんじゃないでしょうか。ザードに夏の爽やかさという絶対的なイメージを与えました。あるいは、マイフレンド。これはアニメスラムダンクとともに普段は J-POP をあまり聴かないような若い男性たちの心にも深く届きました。そして名探偵コナン。この長い協力関係がザードの音楽を世代を超えて愛される国民的なスタンダードへと育て上げたんです。私たちは坂井泉さんの顔をはっきり知らなくても、彼女の歌声とともに自分の人生のいろいろな思い出を記憶している。そんな不思議な関係がこうして作られていたんですね。こうして見ていくと、ザードという存在が持つとても興味深いパラドックス、つまり二面性が見えてきます。アーティストとしての坂井泉さんは、まるで自分の日記を綴るように、とても個人的で繊細な言葉を綴っていました。でもザードというプロダクトは、まるで巨大な工場で作られるかのように、工業製品レベルの桁違いのセールスを記録したわけです。この手触りのあるパーソナルなアートと巨大なマスに向けた商業的成功、一見矛盾しているようなこの2つの側面を同時に持っていたからこそ、ザードの音楽は一人一人の個人的な思い出の曲でありながら、同時に時代を象徴するアンセムにもなり得たのかもしれません。そして物語は彼女のキャリアの後半へ、さらにはあまりにも早すぎる悲しい別れへと静かに進んでいきます。ですが、ザードの物語のすごいところは、そこで終わりではなかったということなんです。彼女の音楽を過去の遺産としてただ保存するのではなく、未来へと続く永遠のスタンダードにするためのもう一つのシステムが、その後に動き出すことになります。2004年、デビューから14年という長い時を経て、ついにあの神話が現実のものとなります。ザード、キャリアで最初で最後の全国ツアー、What a Beautiful Moment。ファンの方たちはどんな気持ちだったんでしょうね。ずっと CD でしか聞けなかったあの声が今目の前にいる。想像の中でしか会えなかったアーティストが確かにそこに存在している。会場はまるで奇跡を目の前にしたかのような静かで深い感動に包まれたといいます。でも、ファンとのこの幸せな時間を分かち合った後、彼女は病との長い戦いに入ることになります。そして2007年、不慮の事故が重なり、40歳という若さであまりにも早く私たちの前から旅立ってしまいました。坂井泉さんというかけがえのない声を失っても、ザードの音楽の時計の針は止まりませんでした。その針を再び未来に向けて動かし始めたのが、サードアンダーグラウンドという若い世代のバンドです。ここで大切なのは、彼女たちはいわゆるコピーバンドやカバーバンドとは全く違う存在だということです。ザードを生み出したまさにそのプロデューサー自身が、ザードの音楽を次の世代に届けるというはっきりとした使命のために結成した公式のレガシー継承プロジェクトなんです。
では具体的にどうやってその大切なレガシーは受け継がれているんでしょうか。まずステップ1は再解釈。ザードの名曲の数々を現代の空気感に合わせたアレンジでレコーディングし、新たな息吹を吹き込みます。そしてステップ2が本当に驚くべきことなんですが、想像です。実は坂井泉さんが生前に書き残したまだ誰もメロディーを知らない未発表の歌詞が残されているそうなんです。その新しい言葉にザードの音楽を知り尽くした制作チームが新たなメロディーをつける。つまりザードの新曲が今も生まれ続けているということなんです。こうしてザードの音楽は博物館の展示品ではなく、今も進化し続ける生きたスタンダードとして未来へと届けられています。姿を見せることなく時代の真ん中に立ち続けたザード。そしてアーティスト本人が旅立った後も、その言葉とメロディーが新しい声を得て歌い継がれていくという壮大な仕組み。この音楽の物語は最後に私たちにとても静かで深い問いを投げかけているような気がします。歌に永遠の命を与えるものとは一体何なのでしょうか。それは類稀な美しい声でしょうか。それとも一度聞いたら忘れられない心に残るメロディーでしょうか。あるいはその言葉に込められた誰かの正直なありのままの思いなのでしょうか。答えは多分一つではないんでしょうね。もしよろしければこの後お気に入りのザードの曲を一曲じっくりと聴いてみてください。きっとあなただけの答えがそのメロディーの中に見つかるはずです。今日は最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。